のちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。何やら大きな魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。エチオピアっていうことでね。すごい魚でしょう、これ。もうなんとも古代魚チックなこの魚。このメタリックなボディに、この可愛いお顔。この鱗の一枚一枚も、淡水魚のアロワナみたいな鱗してますよね。めちゃめちゃ綺麗な鱗です。で、これ正式名称がヒレジロ万歳魚って言います。前一回やりましたね。おっぱい吸ってがガンと刺さってたやつですね。で、尻尾が特徴的なんですよ。ヒレジロっていうだけあって、ヒレのここ、先端が白いですね。多分ここからヒレジロが来てるんじゃないかな。というわけで今日はこちらのヒレジロ万歳を使いまして、漬け丼を作っていきたいと思います。前食べた時に、ほんと脂があって癖がなくて美味しいなと思いましたので、今日は丼で書き込んでいこうかなと思います。よし、そしたらまずこちらのヒレジロ万歳を、鱗がすごいので、まずこの鱗を取っていきます。で、鱗を取るにしても、こんなちっぽけな鱗かきじゃ、到底歯が立たないと思いますんで、すき引きをしていきます。尻尾の方から、うおー、引きやすい。めちゃくちゃ引きやすい魚。なんかもう最近すき引きすごくやってるんで、ちょっと上達しました。あ、やべ、ちょっと身いっちゃった。もう身までいったら、いっちゃったってわかるもんな。よし。ほら、身までいっちゃったな。包丁をね、めちゃくちゃ研いどいたんですよ。もっと鱗硬いかなと思って。そしたら案外ね、すき引きする分には硬くないですね。よし、表側ができました。そしたら裏をめくって、よいしょ、重てえな。こっち側もやっていきます。こっちはパーフェクトでいきたい。で、すき引きは包丁の全体を使って思い切ってやってください。ギコ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 と。よし、できた。いい感じに鱗が取れました。結構大変だった。そうしたら頭を落として内臓を取り出していきます。で、これ気をつけないかんのが、こいつ歯がとっても鋭いんですよ。こんな顔して。なので口に手がいかないように気をつけてください。さあ、どうだ。どんな身をしているんだい君は。よいしょ。よいしょ。骨は硬いな。よいしょ。胃袋の付け根を切り離して頭が取れました。で、内臓を取り出していきます。内臓もちょっと匂うな。内臓、内臓、超潰しちゃった。なんか出てきたな、今。くっさ。なんだこれ。これエチオピアの卵だ。なんか形が変わってますね。で、粒も割と荒々しいですね。はい、ではおろしていきます。とても身が厚いので、5枚おろしでいきましょうか。まずこのラインに1本切り込み入れます。背骨の上ですね。マグロみたいにおろしていきたいと思います。そしたらいつも通り下に1本。出刃も研いだからよう切れるな。よいしょ。下身ですね。で、次は上の方も下ろしていきます。背中に1本。背骨まで行きましたら、そしたらこの断面のとこからビッと斜めに入れれば簡単に落とせます。
いしょ。こんな感じですね。こうやって厚みがあって3枚おろしするのに刃渡りが足りなくて難しい魚はこういう風にね、半分に割っちゃってからこうやっておろすとめちゃくちゃ楽です。お腹から行くのと背中から行くの、どっちでもいいです。好みですね。僕もそんな決めてはいません。なんかその日の気分です。魚のさばき方に正解はないので、好きなようにさばけばいいんです。はい、ではこのように5枚おろしにできました。1、2、3、4、5枚ですね。そしたら僕はこの背中1本で十分ですので、残りはいろんな方に配りたいと思います。すいません。ちょっとこう頭とかを片付けて、疲れたってソファーで横たわったらもう寝ちゃってですね。気づいたら昼です。昼ですって言って、お前何時にエチオピアさばいとったんだって話なんですけども、早朝にさばいてました。申し訳ないです。さばいてた時は漬け丼で食べたいっていう風な気持ちが強かったんですけども、今漬け丼の気分じゃ全然ございません。我ながら気まぐれってるなっていう。それで僕家から全く出ずにひたすら魚さばいては食べて、さばいては食べて、さばいては飲んでをやってるんですよ。もういい感じにね、こう内臓脂肪も乗ってきてですね、こういう風に顔を映して皆様の前に立つ仕事をしとる身としては、あんまりねブクブク太りすぎてもみっともねえなということでね、今日はヘルシーにお刺身にすることにしました。そしたらこちらの身をで、さすがに1本丸ごと皮引いちゃうと後で塩焼きとかしたい時に全部皮なしの切り身になっちゃいますので、このぐらい皮引きましょう。よいしょ。はい、こんな感じ。ちょっとこれペーパーでぐるぐるにして冷蔵庫で1時間ぐらい水分飛ばします。その方が良さそう。それじゃあ1時間後に移動。はい、1時間ほど冷蔵庫で乾かしてみました。だいぶ水分飛びましたね。今日はこちらの大皿にお刺身と、あと塩焼きも作って、塩焼きも一緒に盛り付けて、ワンプレートで食べていきましょうか。これちょっとここら辺が筋っこいので、筋っこいところは取っちゃいましょうね。かなり筋っこいです。こことかね。でここに大きい骨が1本入ってますね。ここ、T ボーンみたいな。これは取っちゃいましょう。ここら辺の真ん中の柔らかそうなところ、ここは平作りで。で、こっちの若干筋っこそうなところ、ここら辺ですね。ここはそぎ切りでいきましょう。切っては乗せると。こんな感じでお刺身が盛り付けれました。そしたらここに塩焼きを作って盛り付けていきます。塩焼きは皮付きを焼いていきます。このぐらいの切り身でいきましょうか。5切れぐらい焼きますか。塩を振ります。両面しっかりと振っていきます。そしたらこの皮目にはたっぷり塩をつけます。そうするとね、焼き上がりが綺麗な気がします。ではこちら焼いていきます。焼けました。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。お刺身と塩焼き一緒のプレートに盛り付けてみました。邪道かなと思ったんですけど、もう作ってみると案外悪くないですね。めちゃくちゃサシが乗ってますよね。美味しそうです。じゃあまずはお刺身からいただきましょう。わさびをつけて
まずは薄く切った方から食べてみましょう。いただきます。あー、なるほどね。何のお手伝いをしましょうか。なんで？びっくりした。なんでSiri発動した今のタイミングで。これちょっと酸味があるな。でね、そこまで油は強くないですね。赤マンボウの密室にすごく似てます。口の中で水っぽくまとわりつく感じ。かといって旨味が強いわけでもないんですよね。これ仕立て屋さんから買ったんですけども、仕立て屋さんも言ってました。エチオピアは個体差によってちょっと味があるよって。これはちょっと酸っぱめのエチオピアですね。こちらのコロッと切った平切りの方をいただいてみましょうか。いただきます。でもやっぱ旨味はねえな、これ。あんま刺身向かないかも。もうあと一押しって感じ。ではでは、こちらの美味しそうな塩焼きをいただきましょう。骨もないので食べやすいです。いただきます。塩焼きはありあり。塩焼きにするとね、身がホクホクで、刺身の時食べたあの酸味も感じられませんね。これはうまいわ。やっぱこれ水分なのかな。塩焼きにするとある程度水分落ちるんで、これは焼きだな。はい、ということで今日はこちらのエチオピア、正式名称、ヒレジロ万歳魚ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギのやつ。よいしょ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。あんなにかっこいい魚も料理しちゃえばこんな可愛くなっちゃいます。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は10キロオーバーの巨大エチオピアを使ってお刺身と塩焼きを作ってワンプレートに盛り付けてみましたけども、とても面白い動画になったかなと思います。最近僕はね、つまとかをお皿に引いて盛り付けるんじゃなくて、ああいうお皿に何も引かずに刺身をペタペタ貼り付けていくタイプのお刺身にハマっております。で、つまを引かないとなんでいいかっていうと、つまって時間が経つと結構水分が出てくるんですよ。なので刺身食べきれなくて冷蔵庫に入れとくと、もうその次の日とかになると刺身が大根の水分でべちゃべちゃになってたりするんですよね。なので食べきれない恐れがある時はつまを引かないでお刺身切るといいかもしれないですね。で、ああいう風にね、一皿にお刺身と焼き物、冷たいものとあったかいものを盛り付けたんですけど、僕はああいうのもありかなって思いました。ただ気をつけなあかんのが、冷たいものとあったかいものちょっと離してあげることが大事ですね。ああいう風にレモンで境界線作ったりだとかして、またワンプレートの盛り付けもやっていきたいと思います。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。